はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ来てる山ちゃんと申します。今回は2023年9月12日にリリースとなったエターナイツというゲームを先行プレイさせていただく機会をいただき、クリアまで遊んでみたので、どんなゲームなのかを紹介していきます。前々から Steam ストアの新作チェック配信で見かけて気になっていた作品。ストアページの記載には、月曜日にはデートに行き、火曜日にはダンジョンをクリアしよう。金曜日になって大慌てしなくて済むように、時間の使い方は計画的に。一体どんなゲームなんだと気になっていた方も多いのではないでしょうか。ということで、今回はこのエターナイツがどんなゲームで、どのような魅力あるゲーム体験が待っているのかを紹介していきます。なお、この動画では極力ネタバレは避けますが、ゲーム紹介をする上である程度のゲームシステムや特徴などをお話しするので、全く何も知らないゼロの状態から始めたい方はご注意ください。それでは早速見ていきましょう。まず製品ゲーム概要からお話しします。本作エターナイツはスタジオサイが手掛けるデビュータイトル作品。開発は様々な国に住むスタッフが携わり、完全リモートで行われたとのこと。ゲーム開発もリモートで行われる時代なんですね。発売は2023年9月12日。当初は9月21日にリリース予定でしたが、できるだけ早くプレイしてもらいたいということで、リリース日の前倒しが発表されました。リリース直前の Steam でのフォロワー数は約12,900人とそこそこ注目を集めています。価格については通常版4180円、デジタルアートブックとオリジナルサウンドトラックが含まれたエターナイツデラックスエディションは5500円。対応プラットフォームはコンソール版、PlayStation 5、PlayStation 4、PC 版は Steam と Epic Games Store となっております。ジャンルは恋愛アクション。プレイ人数は1人のシングルプレイ作品。対応言語は海外インディーゲームには珍しく、リリース時から嬉しいフルバイスの日本語対応。日本語音声にはアニメ業界でも人気の声優の方が担当されており、翻訳精度も素晴らしく違和感なく楽しめます。クリア後のスタッフロールを見て声優さんを調べたら、最近私も見ていた人気アニメの声優さんでした。本作エターナイツは終末世界を舞台にした手に汗握る戦闘と胸が熱くなる恋愛ストーリーを融合させ、5人の個性的なキャラクターとの絆を深め、恋愛しながら世界を救う恋愛アクションゲーム。ゲーム自体は制作者の方の発言にもあるように、ペルソナシリーズに強く影響を受けたとされるペルソナライク作品。しかしながらに実際プレイしてみると、雰囲気やゲームデザインなどは同シリーズを思わせながらも、差別化を図りオリジナル要素が多く取り入れられた本作は、世界の崩壊に抗う少年少女たちの苦悩や葛藤、そして彼らの絆といった物語が、時に儚く、時にはコミカルに描かれています。ゲームは三人称視点のアクション。メインに押し出されている恋愛だけではなく、美麗なグラフィックで描かれたキャラクターが感情に応じて表情を変え、物語に没入させ、フルボイスで語られるカットシーンやアニメーションが随所に挿入され、ゲームの臨場感を高めています。戦闘はテンポよく遊べるスタイリッシュアクション。通常攻撃のほか、回避やパリー、多彩なスキルに加え、属性などもあり、様々な戦闘を駆使したバトルが展開。難易度調整もオプションからいつでも変更可能で、イージー、ノーバル、エキスパートモードが存在し、自分のプレイスキルに合わせて選択することができます。私はノーマルでプレイしましたが、ストーリーもしっかり楽しめ、戦闘難易度もちょうどいいバランスだと感じました。次にストーリーのあらすじを簡単に紹介します。物語の舞台は何気ない日常が描かれる架空の現代世界。作中には描かれていませんが、キャラクター名や音声に韓国語があることから、おそらく韓国をモチーフにしていると思われます。この世界では難病も治療できるとされる奇跡の新薬、エターナイツが認可され、薬の販売が明日に迫り、世界各国で注目を集めていた。そういった世界で10代の主人公と友人チャニは、出会い系アプリで彼女探しに夢中になっているところから物語は始まります。主人公はデートアプリで知り合った女性とどうにかこうにか明日のデートの約束を取り付け、待ち合わせの場所へと向かうことになりますが、突如街のあちこちで爆発が発生し、主人公はチャニと落ち合い、シェルターへと避難。作中ではこのエターナイツと書かれたカプセルらしきものから煙のようなものが吹き出る様子が描かれており、物語に大きく関わってくると思われます。そして彼らはその後のニュースで街の中心に巨大な壁が出現したことや、謎の感染症によって人類の多くが危険なモンスターになったことを知ります。外の状況がわからぬまま、主人公たちはシェルターで数日を過ごしましたが、
突如シェルターの扉が開き、外に出てみることに。そこで目の当たりにした光景は、崩れ落ちた地下鉄の構内。生存者を探して探索している道中で、人気アイドルユナと出会い、彼女と共に地下鉄からの脱出を目指しますが、脱出目前に謎の女性が現れ、主人公の右腕が切り落とされることに。意識を失った主人公は、夢の中でこれまた光る謎の少女から、切り落とされた右腕に新たな光る右腕を与えられ、この力を使い、世界を救う使命を任されることになる物語が描かれます。新薬エターナイツ、突如出現した謎の壁、主人公の腕を切り落とした謎の女性、そして光る腕やそれを授けた光る少女など、ストーリーにおいては全く先の見えないものになっており、それがどう明らかになっていくのかが気になりました。また、登場するキャラクターは個性的で、それぞれにも秘められた物語が存在し、会話での選択肢やプレイヤーの行動によって絆を深め、秘められた物語を紐解いていく面白さもある作品でした。続いてゲームシステムについて。本作恋愛アクションということで、恋愛シミュレーション要素と戦闘アクション要素をメインとしたゲーム。ペルソナのようなカレンダーシステムで進むスケジュールの中で、登場人物とデートしたり、一緒にトレーニングして絆を深めたり、攻略を目指してウォールと呼ばれる謎と危険に満ちたダンジョンの探索など、やれることは多い一方、限られた時間の中でどう行動していくのかはプレイヤー次第。それぞれの登場人物との絆を築くことで描かれる物語は、様々なカットシーンやアニメーションで彩られ、誰とデートするかによって変化するとのこと。スケジュールの1日は昼と夜の2パートで構成されており、昼パートでは登場するキャラクターと絆を深めイチャイチャしたり、ミニゲーム形式のトレーニングで能力を高めることができ、トレーニングでの成績が良ければ2人の距離は近づいていきます。また、ダンジョン探索は昼パートでしか実行できず、定められた期限内にダンジョンを攻略できない場合はゲームオーバーになるのでスケジュール管理は重要。夜パートではトレーニングと各キャラクターが必要とするアイテムを探す物探しミニゲームを行うことができ、見つけたアイテムに関する思い出や逸話などが聞けたりもします。本作では主人公の能力アップは他のキャラクターとの友好度に大きく左右されていくことになるので、彼らとの絆を築くことが重要。誰との絆を高め物語を深掘りするのか、誰から得られる能力を優先するかなど、あれこれ考えながらプレイしていくところなんかも本作のポイント。Steam のスターページにあるタグにもマルチエンディングとあり、複数エンディングが用意されている模様。私は迎えたエンディングがあまりにも儚すぎたので、今2周目をプレイしています。余談ですが、手元に携帯を置いておくことをお勧めします。続いてはスタイリッシュなアクションバトル要素。戦闘は三人称視点で展開。異形のモンスターが徘徊するダンジョンを進む中では、戦闘だけではなくギミックを使ったパズルや謎解き、ミニゲームが豊富に用意されています。感染者と呼ばれる異形のモンスターは、かつて人間だった面影を残す人の慣れの果て。登場するモンスターはペルソナよりも女神転生を思わせます。戦闘において主人公キャラクターは光る右腕を剣にして戦うことができ、基本攻撃のほかドッジロールによる回避を駆使して戦うシンプルなものとなっています。スキル能力を解放することで敵がスローモーションになるパーフェクト回避や受け流し、スペシャルスキルなどをアンロックすることができ、これらを駆使したスタイリッシュな戦闘アクションが繰り広げられていきます。私は Xbox のコントローラーでプレイしましたが、操作感としては難しさは感じませんでした。X ボタンで攻撃、B ボタンで回避、R ボタンを押しながら A や B でスキル攻撃など、基本アクションはボタン1つ、スキルならボタン2つなので分かりやすかったです。ダンジョン探索には主人公を含む最大4人のパーティーで挑みますが、操作するキャラクターは主人公のみとなり、主人公以外のキャラクターはそれぞれが持つ属性攻撃や固有スキルを使い戦闘をサポートする役回りとなります。属性攻撃であるエレメンタルアタックは強力な攻撃手段ですが、通常攻撃やパーフェクト回避で溜まるエレメンタルゲージを貯める必要があり、スキル使用時には任意のボタンをタイミングよく押す QTE も搭載。また一部の強敵は属性バリアをまとっているため、仲間の属性攻撃によるエレメンタルアタックでバリアを破壊することができます。ダンジョン探索の流れに関しては、迷路のようなフィールドを進み、敵を倒し、最深部に待ち受けるボス攻略を目指すものとなっており、道中ではパズルや謎解き、ミニゲームのほか、主人公のスキルポイントを増加させるアイテムなども落ちています。場所ごとに現れる敵を一掃すれば次の場所へと進んでいくシンプルな流れ。道中で出現するモンスターも複数現れ、中には遠距離攻撃をしてくるモンスターも存在。主人公の力だけでは乗り切れない状況に陥ることもあるので、パーティーメンバーのサポートを受けながら戦っていくことも重要。ちょっとだけ待って。
パーティーメンバーのスキルは属性スキルのほか、回復やシールドなど個別スキルも用意されており、スキルの能力アップも仲間との有効度を上げることで強化されていきます。全体的にシンプルで分かりやすいボタン操作でスタイリッシュなアクションを楽しめ、難易度変更もできるので、アクションが苦手な方でも遊べるゲーム設計になっているのかなと思います。その一方でシンプルな操作性や分かりやすい戦闘システムなどとっつきやすいゲームではあるものの、敵の種類や攻撃バリエーションが多くないため、戦闘に慣れてくるとボス戦以外はアクションの幅に窮屈さを感じる方もいるのかなとは思います。最後に恋愛成長システム。このシステムは本作の大きな特徴です。仲間との絆が強まることで、主人公キャラクターの能力だけではなく、そのキャラクターの能力も強化されていきます。ペルソナ5で例えるならコープといったところです。主人公にも表現力、勇気、自信、包容力といったソーシャル能力が設定されており、会話での選択肢や行動によってそれは上昇し、各登場人物とより親密になるためには、これらのパラメーターも重要となってきます。個人的にはこの要素が一番悩むところであり楽しめたポイントでした。お気に入りのキャラクターと仲良くなりたいけど、スキルや能力などはこっちのキャラクターを使いたい。しかし時間は限られてるし、など誰を優先するか悩みましたね。もちろんロマンを求めて恋愛まっしぐら。世界の崩壊よりも二人の物語が今後どうなっていくのかの方が気になりました。スキルは大きく2つに分かれ、主人公のステータスをアップさせるバフスキル、そして主人公と仲間キャラの戦闘アクションを増加させるアクティブスキルがあります。ですが、絆を深めることで絆レベルが上昇し、スキルや能力アップができる要素が解禁されるだけで、解禁されたスキルを取得するには、ブラックエッセンスやホワイトエッセンスといったスキルアイテムが必要。ブラックエッセンスは主人公のみが使用できるスキルアイテムとなり、強力なスキルや能力をアンロックするために必要。ブラックエッセンスはダンジョン内に落ちていたり、強力な敵を倒すことで入手できます。一方、ホワイトエッセンスは仲間キャラクターのスキルアイテムとなり、入手には一緒にトレーニングをしたり、夜パートでの探し物を見つけることで取得することができます。また、ミニゲームによるトレーニングでの結果で絆が上昇したり、ホワイトエッセンスの獲得量も変化。限られた時間の中でどのキャラクターと絆を育み物語を進めるのか、どのキャラクターで主人公を強化するかなど、物語か能力アップどちらを選ぶのかもやもやとしたジレンマを楽しめます。恋愛要素においても結構感情移入しました。正直フルボイスは最高。ここ数十年は恋愛を重視した作品はプレイしていませんでしたが、フルボイスで語りかけられる物語に入り込んでしまい、最後は涙を流してしまいました。登場するキャラクターもかなり癖のある人物で結構ベタベタなセリフを言うんですが、物語の中で聞くとめちゃくちゃ心に響くんですよね。しかもプロの声優さんが語りかけてくるわけですから、いやおうなしにも没入していきます。クリアした後も、いやいや俺はそんなエンディング望んでないよ、もう一回プレイするよっていう気持ちになりましたね。本作そういった意味でも周回プレイを楽しめる作品となっています。今後アップデートで改善されるかもしれませんが、一つ気になった点はセリフのスキップ機能やイベントシーンのスキップ機能があればよかったかなと思います。上記でもお話した通り周回プレイを楽しめる作品なので、一度見たシーンや会話はスキップできれば快適な周回プレイが楽しめるものになっているのかなと思いました。はい、今回は2023年9月12日リリースとなったエターナイツというゲームを先行プレイさせていただきましたので紹介しました。いかがだったでしょうか？個人的にはストーリーもよくカジュアルに楽しめた作品。エターナイツは恋愛要素と戦闘アクションを組み合わせたユニークな作品で、その恋愛と成長システムが大きな特徴。プレイヤーは個性豊かな5人の仲間キャラクターと絆を深め、スキルや能力を高めながらも物語を進めていくことになり、この恋愛成長要素は限られた時間の中でどのキャラクターと絆を深めるのか、どのスキルに焦点を当てるかなど、ジレンマを生み出し悩めるポイント。そしてフルボイスで語られる感動的なストーリーと、プロの声優陣による日本語音声は物語への没入感を高め、各キャラクターへの感情移入は半端なく、お気に入りのキャラクターとイチャコラしていたゲーム半ばから結末に至るまでの展開に思わず涙するほどでした。成長要素、感情移入、各キャラクターの物語、多彩なエンディングを通じて再度プレイしたいなと思わせる作品となっています。今回は以上となります。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆様明日も良い一日になりますように次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。
あなたのスーパーパワー解放のためリンクをクリックしてください。